ガンちょっと塗って爪楊枝を刺す。考えられますか？接着。凄まじい粘着力。ペンチとしての使い方をして、ハンダゴティング忘れてた。特撮改造エキシビジョン。さあこんにちは、パウチでございます。今日も改造していきますよ。今回のターゲットはでね、お姉ちゃん思い闇落ち弟忍者別れるしくっつくし剣普通に忍者デュアラって言った方が早いわこれいいですよね。すっごい好き。バキーンってね、逆手持ちしてないのに気づいたら逆手持ちっていうのがね、最高なのよ。これを使って僕が作ったこのでっかいブレイカムゼッツァーにはめられるように改造していきたいと思います。はめられるようにって言えてなかったですね。はめられるように改造していきますよ。はい、これを初めて見たっていう人は過去動画見てきてください。はい、チャンネル登録まだの方今すぐポチッとグッドボタン、そしてハイプも忘れずに。ワンネスゼッツの武器を改造するんだけど、ギーツの武器を使うっていうね、やっぱギーツ系の改造は心躍るよね。胸高鳴るよね。最後まで見てね。さあ行きましょうか。忍者デュアラー。まずね、僕このアイデアを思いついた時に、これも過去動画見てない人見てもらいたいんだけど、バンケイワ君の闇落ちレイズバックルね、これでいこうかと思ったんですよ。この色味もなかなかかっこいいでしょ。そして過去の改造品をちゃんと使い回してリサイクルするという姿勢も見せておきたいなっていう狙いもありました。でもやっぱ分かりやすいので言うとこっちやなっていうね。これとこれのセットっていうのがすごく分かりやすいやんか。緑色のタイクーンちゃんのもう代表する武器ですよ。ちなみにタイクーンが最後武人ソードでタイクンになったっていうあの言葉遊びっていうの、あの辺も僕好きでね共感してくれる人はコメントを書いてね。なのでまあこっちを使いますと。そしてこのブレイカムゼッツァーのね、どの形に合わせて作ろうかっていうことなんですよ。さすがにこの間01の剣も作ったから、ちょっとねこれ以上剣が増える前にまず別の武器やっときたいなっていうので、剣は除外します。じゃあやっぱりこの見た目からしてこういう風に横につけるタイプなんじゃないって思うんだけど、こうするとほらこっちが表でしょ。でこっち表こっち裏表になっちゃうよね。だからこれもまずいなって。そうするとじゃあひっくり返すかって、おーいいですね、これできましたねというね、まあそういうイメージの流れです。でなおかつまあもうちょっと説明続くけど、こうやってはめるでもまあいいんだけど、ザクンザクンってねかっこいいんだけど、せっかくやからもうちょっと象徴的なアイテム使いたいなっていうので、さっきオープニングでも見せましたけど、ダン忍者レーズバックルね、これもちょっとどっかに挟み込みたいんですよ。となるとまあこうかなっていうここくっつけて、それでこれもこんな感じでくっつけると。こことかでもいいんだけど、まあこうかな。そうするとちょうどここの隙間でこれが回ってくれるっていうのもいいじゃない。あ、なんかちょうど隙間を利用してんだなっていうのも出したいし、まあこれかなと思います。でもね、もう一回根本に戻って考えてみると、これだとこの持ち手からブレードまで長すぎひんか。ちょっといびつよね。バランス悪いね。ということで、はい、ダーンと上につけてみるとなかなかいい感じ。でも結局つけるとこ剣のとこかーいっつってね、剣はやめますって言ったのにね、結局剣につけて、でも出来上がるものは剣じゃないよっていうね、なんかへりくつ言うてるみたいでちょっと気が引けますが、でもこれバランスいいでしょ。なかなかちょっと自分で正面から見てみる。また正面から見てないねん。イメージだけで撮影入ってるからね。あーいいじゃない。あ、そうするとなるほどなるほど。多分ね、想定としてはこうくっつけることでこれが重くなりますね。その重くなったものをここ1点で支えるのはなかなか厳しいんではないかというのも、ここで引っかかってクリアできますね。これで十分に支えられることでしょう。よし、じゃあこれでいこう。こういう風にアイデアって決まっていきます。じゃあまずここにこういう風にくっつけましょうかと言いたいところなのだが、実はね、ここにね、カプセムをはめられるようにしたいわけですよ。しかもちゃんと音も鳴ってほしい。ある程度のちゃんとした音ね。ちゃんとした音。カチッとかそういうその物質と物質が重なり合う音ではなくて、ちゃんと基板を通した音が鳴ってほしいというので、ここに僕が前に作った過去動画これです。このブレス型手にはめられるように改造したんですけど、その鉄ドライバーならこの後ろにねマジックテープついてるのでこのまま使えるなというので、これをここにペタッと貼れるようにしたいと思います。そうするとまあ向きはこうなのかなこうなのかなこうかなちょっとわからないんだけど、カプセムがちゃんと連動するように、まあもちろん攻撃音用の音はならないんだけど、タイクーンカプセムまあ持ってないのでこの動画の後半で作りたいなとは思ってますが、そのタイクーンカプセムもちゃんとはめられるしねっていうので、まあ連動した方がいいだろうなと。だからここらでやっぱ覚悟決めてもう貼り付けられるようにしようかなということで、ここからやっと改造スタートです。はあ
いや、説明はね、ちゃんとしっかり最初にやっぱしとかないと、何やってんのかわからんではね、なかなか動画見てられないもんね。まずここ、中にね、こうやって隙間が空いてるんですね。だからこの隙間を埋めて、マジックテープ貼って、こう貼り付けられるようにでもいいんですけど、ここあんまり分厚くなってほしくないんですよ。だから多分この分が 1.5 センチぐらいあんのかな。これを削った方が、まあ、ちょっとでもコンパクトになりますね。ということで、これを削ってみましょう。まずニッパーでいってみます。結局ハンダゴティングになるかもしれないけど、ニッパーでどのぐらい切れるか。ニッパーというかなんというか、これは結局ペンチとしての使い方をしてるかな。もうせっかくなんでこのまま一周ぐるっといくのを見ててください。たまにはね、全部お見せするのもいいかなと。いやでも長いかこれ、さすがに。でこの回るところはこれで取れたやったあ、中こうなってんのね。じゃあこの周りも全部削っちゃいましょうか。はい、ばっこり取れました。で、ここの隙間をぴったり埋めたいんだけど、ちょっとこれ使えるかもなので分解してみよう。この薄いのをここに、おー、やったこれでだいぶ手間省けるぞ。これ例えば分解前のパーツをもう一回ここにはめるとすると、こんだけ分厚くなりますね。それが裏の薄蓋だけだと、この違いはでかいです。ほんの数ミリでもやっぱこの差はでかい。薄くしたい僕にとってこの違いはでかい。よし、じゃあこれの場合はまず接着剤塗っておいての乾く間待ってられないので、グルーガンのダブル使いいきます。これ接地面積が広いから塗りやすいですね。全部綺麗な平面だし。はい、ズドン。これでまずグルーガンが冷え固まって固定されるでしょ。で、固定されてるこの数時間のうちに下の接着剤も固まって完璧というね。このダブル使い割とおすすめです。次はマジックテープ。こっちにメスを貼ったので、こっちはオスですね。はい、完璧。で、これをここに貼っていきます。まあそんな厳密じゃなくてもね、大体でいいかな。2枚で十分でしたね。次はドライバーを貼り付ける向きを考えていこう。こうかな。まず斜め案。ちょっと主張が強いかな。で、まっすぐ案にすると、ここが塞がるから、剣がはめられなくなるんよね。若干ずらし案。若干ずらし案。若干ずらし案。こんな感じ。あ、そうすると持ち手邪魔ですね。じゃあ真横？だから真横だとだからここが使えへんねやって。学習しろよ、パウチ。やっぱり最初の斜めかな。これが一番バランスいいですかね。この持ち手の邪魔も全然しないし、この2つのジョイント、これも生きてるし、で、後ろでこうやってカチッと止めるとさ、本当になんか Z っぽいでしょ。これでいいですね。これで例えば剣つけてみると、いい感じなんじゃないちょっとでも形変わっちゃうね。まあそこはしゃあないか。若干ずらし案。Tokusatsu Kaizen Exhibition。さあ続いて、これをここにガチャンとはめられるように作っていきます。それに使うのはバーン、ペットボトルのキャップですね。これをここにはめた状態できっちりとギュッと締めた状態で、これがここに乗るわけです。で、こうよね。こうなんですよ。ということは、難しいな、これ。まあ、この向きはね、ちょうどこことここが、こう、直線で合わさるようにと。これで位置は OK ですね。ここにどうやってくっつけたらいいんやろう。このもう接着剤でピタってやったって一瞬で取れるから、もっと頑丈にするためには、ここをくぼみ作って入れ込むしかないか。まあでもやってみよう。あ、回り出した。これも面白いギミックやね。引っ張るだけで高速回転っていうね、すごいよね。じゃあここ。もう溶かします？あ、ハンダゴティング忘れてた。どうしようかなって考えながらやってると、ついついコールとか忘れがちね。ガチンと、おー、いいですね、いいですね。じゃあグルーガン塗ってくっつけていこう。ガチン。
でグルーガンでくっついた上にさらに頑丈にするためにビスの通り道をここにハンダゴッティング。これね、ビス選びのポイントは上のこう、ビスってこうなねじねじがこうなってて、この上のここあるやん。これがちょっと広めの方がガチッとくっついてくれます。ちょっとここ出ちゃったね、ビスね、やっぱり。いや、でもな、これ、蓋をがっちりくっつけるためには、やっぱりビスのこの、今言った上のこれでギュッと押さえたいのよ。だから、このビスを逆にこっちから打てば問題ないんだけど、でもそうするとくっつきが弱くなるかなと思って。いや、でもこんだけ出てんの嫌やな。どうしようかな。とりあえず抜いて、グルーガン行く？グルーガンでガッチガチに固める？っていうか、こんな隙間、ビス打ちできんの？そもそも。かなり厳しいですけど、一応ドライバーの十字が溝に軽くはまるので、ゆっくり穴が削れないように回していった。これ緊張やったね。よっしゃ。で、ほら、ちょっと出たでしょ、ビス。飛び出てる分には問題ないんだけど、一応頑丈にするためにグルーガンで固めときます。よし、これでちゃんとくっついてるはず。ガチッとね。よし。問題ないですね。OK です。じゃあ、ここに、こんな感じではめていきます。これは、もう、ビス止めでいいかな。これで、まっすぐになった。やった。よし、じゃあ、これで固定完了。ザクッとね。こんな感じ。あ、いいやんか。曲がった。曲がるか。曲がんのか。じゃあ、ここなんか固定しないとあかんな。どうしよう。なんかこの辺のジョイントマットの余りとか、こういうのつけてみる？グルーガンを塗って接着。凄まじい粘着力。これでどうでしょう？ブレなくなったね。いいんじゃない？見た目にも。ちょっと後で色は当然変えるとして、これでいいんじゃないかな、多分。ちなみにこれは僕の武器作りワークショップで君が切り出したパーツかもしれない。いいですね。みんなのパーツが巡り巡ってます。どうも、編集中のパウチ、ヘンパウです。さあ、昨日12月21日日曜日 M1 大接戦でね、もうめちゃくちゃ笑いましたけども、まさかコンビが優勝するとはって、ほんと面白かった。でね、その一方で、めちゃくちゃタイムリーな公式発表ありましたね。でーん、タイクーンのお姉ちゃん、ハクビさんが忍者フォームに変身というね、いやもう来月ですか？楽しみですね。いや、まさか僕がこれを作ったこのタイミングで発表されるとはっていうね、びっくりしました。やっぱパウチはレイズバックル改造で伸びただけあって、ギーツの情報を嗅ぎ分ける鼻を持ってんな。鋭いね。バチーンときたね。嬉しい。よし、これでいけるね。で、しかももう一個僕が想像してたギミック、わかります？戦いの最中に、やったー！ギミック生きてた。いやー、嬉しい。めっちゃ嬉しいな。さあ、ほな、タイクーンカプセル作ろうか。はい、ここからフォトショップの画面で解説します。まずタイクーンの画像をはめて、周りを透明化。そしてデザインの縁取りを黒で。ここから大きさを少し調整して、決まったらさらに白で縁取り。これ大きさ調整して縁取りでもいいです。順番間違えました。反対の画像も同じ手法でやっていきます。黒縁白縁ってやるとはっきりしますからね。黒縁いらんって人もいると思う、きっと。簡単工程でできますね。これで絵柄は OK です。次に背景をはめて、これも前回と一緒ですね。色合い調整。タイクーンのやつ、これぐらいのワインレッドかな。そこにタイクーンちゃんはめて、大きさ見て OK ならこれでおしまいです。もう一枚の方も同じ感じ。これ連続再生するとアニメーションですね。姉ちゃん守るんだって言ってますか？かわいいね。さあ、ここから印刷に便利な Google スライドですね。前回の画像がバッチリ残ってますので、その上にタイクーンちゃんのラベルはめるだけで OK です。大きさきっちり合わせて。1回目は大変なんですけど、2回目以降めっちゃ簡単です。ちゃちゃちゃっと調整すれば、割とすぐにできますね。でもう1枚のもはめて、同じです。調整して、大きさ OK ってなったら、2つをコピペ。で、あとは印刷画面に進んで印刷するだけと。さあ、出てこい。印刷されてる間に無人ソードで闇落ちしてくれるなよ。はい、綺麗にできましたね。もうあとは簡単です。これをカッターでもハサミでもどっちでも使い慣れた道具で切り抜いて、シール印刷ならシールのまんまで、僕は光沢はがきに印刷したので、両面テープで貼り付けていきます。できるだけずれないように貼るっていうのがポイントですね。ポイントなのかな、これ。はい、こんな感じ。割と適当にやっても違和感なくいけるのが、このカプセム作りのいいところですね。さあ、続いてピン配列いじりなんだけど、上のカメラは撮れてて正面のカメラが撮れてなかったんですよね。だから後付けで解説します。まず今回元に使ったのは響さんカプセム。これなんで響さんにしたかというと、バン裏ですね。今回の音声普通に行くとタイクーンの音声はギーツですね。でもそれだと面白くないなと思って、せっかくの自作ですからね。なのでケイワくんといえばやっぱり闇落ち。ケイワくんの象徴が闇落ちっていうのもかわいそうな話ですけど、これでジョーさんのピン解析表を見ると
と、クレーンのジョーさん、至高のピン解析ありがとうございます。ナイトメアかダークネス。これが闇深い感じがしますね。で、どっちかなって考えた時に、ダークネスはどっちかっていうと、武人ソードの時やなと思ったんですよ。だからそれまでの悪夢っていうことで、ナイトメアでいこうかな。で、ピン配列表見比べると、1個削って2つ足す。で、ナイトメアになりますね。だからピンを足すところにはドリルで穴開けて、グルーガンちょっと塗って爪楊枝を刺す。この手法で2箇所足して、1箇所はニッパーで切ると。そういう工程です。この辺のやり方はギーツのレイズバックル改造の時と同じですね。これコツとしては、最初、この元のカプセム選びの時にやりたいピン配列と近いものを選ぶっていうの、これ一つ大事なことかもしれません。やってみるときは参考になさってください。はいはい、塗装ブースです。今回はなんとなくメタリックにしてみようと思ったので、メタリックイエローグリーンですね。果たしてこれが吉と出るか凶と出るか、最悪塗り直せばいいしってぐらいで。で、こっからはペンで色付けしていきます。アーティストマーカー、Amazon で簡単に手に入るペンです。特にこだわりはありません。ただエアブラシ使うよりペンの方が塗りやすいですね、こういうのはね。シルバーで程よくラインを入れていきます。どれぐらいシルバーにするかは好みでもある。というね、ケンタ食堂風に言っときましょうか。美味しそう。何の話やね。そしてメタリックレッドにするためにクリアレッドを拭いていきます。これもしつこいようですけど好みですね。で、一箇所ピンク色にしたかったんですよ。これはマストでやりたかった。そして忘れちゃいけないストッパーの部分ね、しっかりメタルブラック拭いていきます。さて、組み立てましょう。組み立てはすっごい簡単ですね。こうはめるときに、この際の部分に接着剤。グルーガンでもいいけど接着剤が安心です。間違えて接着剤触らんように注意してね。はい。あとは、上下をはめると。あんまりギチギチにやりすぎると回らなくなるので、ふんわりと。で、なおかつ、上下をね、真ん中合わせといた方がやっぱ綺麗ですね。綺麗に回りました。カプセム塗り分けの元ネタは、こないだワンネスにいただいたカプセムのこのアイデアです。ええ感じやね。ありがとう。胸の赤いギアが右胸に寄ってるので、右側少し赤いライン。そして真ん中のポッチは複眼ですね。赤い複眼なので、これ。で、この端っこのピンクは、この辺にあるピンク要素です。こういうのを少しだけ表現。あとはシルバーですね。で、こう下の段の赤い、また右端にあるやつ。これはここの部分を意識しました。これ一本ライン。という具合にカラーリングもアレンジできる幅があって、すごくいいですね。このカプセムのプレゼントのおかげですね。ありがとうございます。ところで前回からこのカプセム作りっていうのを僕やり始めたんですけど、前回の動画のカプセム解説が非常にわかりやすいと大評判でしてね、コメントにそんなこと一件も書いてないですよ。考えられますか？カプセム作りのことがコメントに一つもないなんていうのはもう僕はね、セルフ若干ずらし案やりましょうか。さあ、ということで今日も改造工程見ていただきましたけれども、無事に完成でーす。いや、完成なんだけど、ここ、やっぱどうかな。なんかね、最後までやってみて、ここのベルトは邪魔な気がしてんのよね。皆さん意見どうですか？なんか見た目のバランスどうなんやろ？本当にこれが正解なのかな？もしかしたらここ切っちゃうとかでもいいのかもしれんけど、そうすると LED がなくなるやんか。その辺がね、どうしようかなと思って。だいぶ前に言ってたアイデア、だいぶ前に言ってたアイデアとしては、Z センサーの裏、はめるところをお湯丸かなんかで型取って複製してここにはめるっていうのを言ってたんですよね。そうすると音声が鳴らないから、こっちの方が光ってなってでいいかなと思ってやってみたんだけど、形的にどうなのかな？ブレイカム Z じゃなくなってない？なんか。ちょっとこれは考える必要ありますね。でもとりあえず完成しましたので、カプセムはめてみましょう。いきます。おーいいね。行くぜ。怖いね。はいはいはい、ケイワくんね。闇落ちが約束されたかのようなね、ナイトメアという音声。どうですか？割と合ってると思います、音声はね。そしてこのケイワくんの絵柄なんだけど、同じ絵柄を2枚ずつ続けて貼ってみました。そうすることでちょっとアニメーションがわかりやすくなるかなと思って、4種類がブワーって高速回転すると、やっぱ何のこっちゃわからないと。で、これは幸いにもこの柄が2つで構成されてるので、2つずつでいった方が2分の1の速度になってアニメーション少しわかりやすいのかなと思ったんだけど、どうだろう？結局
わからないですかただね、僕これ作ってみて一個思うのは、緑色はメタリックじゃなくて、普通の黄緑の方が、やっぱタイクーンっぽさは出たかな。だから公式さんが出してる黄緑色成型色っていうのは正解ですね。何でもメタリックにすりゃいいってもんじゃなかったです。はい、じゃあ次回はどんな改造するかな。お楽しみに。良いクリスマスを過ごしてね。ワンネース。今回の動画も良かったっすか？グッドボタンとチャンネル登録で僕パウチを応援してください。いや、僕はね、動画を最後まで見てくれたあなたが大好きなんですよ。作るって楽しいをもっともっと広めていくためには、ファンの皆さん、ワンネスたちの力が必要です。自分の好きなものを作って楽しむ。これがやっぱり幸せなんですよ。作るって楽しい。